S660 カスタムがかなりされてるので、はい、これが無限のリップスポイラー、ホイールがアドバンレーシング、ブリッツのキャリパーが入ってると、はい、エンジンルームもこれ結構いじってあって、マックスオリドレーシングスペシャルアルミサージタンクです。はい、よし君こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は1月の10日、2024年ね、明けて1月、はい、これがだから2本目の動画になりますね。はい、S660 アルファという車になります。はい、普段うちの会社ってこのチャンネル見ていただいている方はご存知の通り、大体1990年から2000年ぐらいの車ですね、はい、のスポーツカーをメインに扱っております。だから通常はこういうねRX7 とか、はい、向こうにも S2000 とか止まってますけれども、はい、そういう車がメインなんですけど、今日はちょっと変わり種が入庫したので、この S660 紹介させてもらえればと思います。これね、お客さんから、直接じゃないんだけれども、オークションじゃなくてお客さんから経由で車を買い取りした車になるので、はい、オークション経由で買ってきた車じゃないので結構珍しいんじゃないかなと思いますし、はい、パッとこう外装を見てもらっても結構お金をかけていじってある車なので、ちょっと紹介したいなということで今日は動画を撮らさせてもらえればと思います。はい、はい、前回紹介した動画は S2000 ですよね。はい、で今回はだいぶこう2000の数が下がって、660、はい、で、S660、660cc ということはこの車は軽自動車になりますね。はい、はい、で軽自動車の中でもここからちょっと台本読みますが、はい、S660 って 660cc の軽自動車のオープンカーっていう形なんですけれども、はい、これの前身って言ったらいいかな、これは何の後継モデルになるでしょうか。もともとですか。何でしたっけ。何ですかね。ホンダビート。お、すごい正解。そうなんですよ。正解なんですよ。正解。ホンダビート知ってるでしょ。昔ちょこちょこ取り扱ったことあるよね。一回乗ったことあるんですよね。はい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 、はい、そう。ビートの実は後継なんですよ、この車。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。ビートのね発売終了から19年の時を経てデビューしたのがこの S660cc ですね。はい。でこの車はその一般的にはね、エンジンって今フロント駆動、フロントエンジン。はい。で構造的には FF、フロントエンジン、フロント駆動の FF が構造的には作りやすいし簡単だしっていうので、軽自動車はだいたい FF の車がほとんどかな。はい。なんですけれども、この車は MR と。MR ってことはエンジンはどこに積んでありますか。リア。リア。ミッドシップ、リアでいいや、リアですね。はい、で、駆動もリアという形で、はい、スポーツカーらしいこのミッドシップエンジンのリア駆動っていう形で、結構軽自動車の中では珍しいちゃんとしたスポーツカーという形になっておりますと。でしかもこれ俺も調べて知ったんだけど、ターボエンジンで軽自動車で6速マニュアルってこれからなんだって。初めらしい。そうっていうので、結構ホンダらしいちゃんとスポーツカーを軽でもちゃんと作ったスポーツカーだよっていうのはこれやっぱホンダらしいかな。でしかも、パッと一周見ていただくと、ノーマルじゃないのはもう一目で分かると思うんですよね。そうですね。うん。こんな感じです。値段も出てます。軽自動車の中古車らしからぬ269万5000円、結構いい値段ですよね。いい値段です。うん。でもこれでも安い方かなとは思ってます。市場の価格から比べると。はい。っていう感じでございます。じゃあ新年第2弾目やっていきましょう。はい。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。じゃあよし君やっていきましょう。ここから車の内容をちょっと説明すると、はい、年式がね、2017年式。はい。平成でいうと29年式です。29年。はい。僕らの感覚からするともう新車ですね。相当高年式。相当高年式。とはいえ今2024年でしょ。だからもう6年は経ってるんだよね。そうか。っていう感じです。11月登録だから5年と10ヶ月ぐらい経ってる車という形になります。で、走行距離も22,800キロ。で、車検は今年の11月。修復歴はなし、はい、シフトはさっき言った、6速マニュアルになります。オートマと、マニュアルの設定があるんだけど、はい、こっちはマニュアルの方ですね。はい、どっちが人気あるっていうと、当然マニュアルの方が人気あるからですね。でグレードは当時はベータとアルファしかないのかな、はい、下か上しかっていうのしかなくて、はい、これはアルファの方で上の方という形になります。でその後になんとかエディションとか、あとは最後の方に無限っていうのがあったりとかするんだけれども、はい、この車は下か上かベータかアルファかの中のアルファ
グレードという形になってます。でですね、いつもはその車のコンディションチェックとか、下回りの錆はとかってやるんですけど、はい、基本的にこの年式この距離なんであんま傷も錆もないです。そうですよね、以上みたいな、ちょっとねここにうっすらこう線傷エクボあります？わかんない？ちょっと映ってるかね、はい、どっかここねこういう話になってくるんで、はい、追っかけても仕方がないので、はい、修復歴なし、傷もほとんどなし、内装もきれい、はい、っていう形でイメージしてもらえばいいと思うんですけど、逆に言うとこの車のカスタムがかなりされているので、はい、そっちをちょっと細かく説明していきます。はい、まずは、フロントに関しては、これは純正のバンパーで、はい、これが無限のリップスポイラー、はい、で、これがねグリルとアイライン、これ車外ですね、はい、に変わっているという形です。オーバーフェンダーはこれ汎用かな、なんか安いやつだと、はい、で、ホイールがアドバンレーシングの、フロント15リア16、あ違う、フロント16リア17だ、はい、でタイヤも RE71RS ってこれめちゃくちゃいいタイヤなんで、はい、でしかも2023年なんでまだ1年ぐらいしか経ってない、山全然残ってるというタイヤがついていると、一級品ですね、はい、でしかも、ブレーキも見ていただくと分かる通りブリッツのキャリパーが入っていると、キャリパーローターのキットですね。ここまでやってある、見た目だけじゃない、はい、っていう形になってます。でこのサイドのこの、ダクトもサイドインテークダクト、これですね、はい、とか、サメエラードアノブカバー、はい、無限のデカール、はい、サイドスポイラーは、無限のサイドスポイラーですね。はい、OK ですか。あ、ミラーのここもカーボンになってますね。あ、そうですね、はい、これもカーボンですね。はい、で、これがなんかついてますこっちがサイドインテークダクトかな、まあいいや、そうついてるのと、はい、これ多分ねワンオフっぽいんだよね。なんかカーボン調の、ヒュエルカバー、はい、リアのホイールはさっき言ったように17インチですね。2154017だからフロント16リア17インチなんですよ。普通は1717とかで合わせたりするじゃん、はい、なんですけど1617、こういうセットアップです。NSX なんかもそんな感じだね。純正でこういう設定なんですか。そう、インチは違うんだけど、純正だと、はい、もう1インチずつちっちゃいのかな、15の16か、はい、そうが、車外で1インチアップして16の17という形になってますね。はい、うん、で、後ろに行って後ろもですね、何から説明しましょうか。そうでこれが、バックヤードスペシャルっていうところの、リアのエアロに、はい、無限の、リアのアンダースポイラー、はい、がついてると、はい、車外に車外無限純正オプション、はい、っていう形になってると。でそうでこれ無限の、リアスポイラー、はい、純正オプションかな、純正って言ったらいいのかな、無限、純正でいいか、はい、こう自動でこうボタン一つ上がったり下がったりするんですけど、それの、無限のスポイラーにさらに上に車外のスポイラーがついているという形になってます。はい、はい、これも車外ですね。これも車外。これも車外。はい。はい、でちょっとね、全部ホームページに載ってます。メーカーも含めて、はい、合ってると思います。はい。はい、あと車高か。車高は田辺のダウンサスで下げてるという形になってますね。どうですか外装、これだけでも結構いじってるでしょ。相当いじってるそうなんですよ感じですね。というのも、はい、というのもっていうか、これうちの会社でエンドユーザーさんから直接買い取ったわけじゃないんですけれども、もともと仲いい車屋さんがいて、はい、そこに売った車を買い取ったという形になります。オークション仕入れじゃなくて業者さんを通して買ったっていう、はい、そういう車になるんですけど、その業者さんとかあとそのお客さん、はい、元はね輸入車屋さんと輸入車乗りのお客さんなんですよ。そうですね、結構高級車何台も確か持ってらっしゃる、言い換えるならお金持ちの方ですね、はいはい、の乗ってた遊び車みたいな感じで作ったらしいです。で作ったので、はい、やっぱそういうお金が持ってる人が作るととにかく細かいところまでお金がかかってると、贅沢仕様になってますと
いう形ですね。そうお金持ってる人が作った車っていう感じのなんかすごくお金のかかっただからね普通だったらこのエアロフロントサイドリア巻いてアルミ入れて終了みたいなところがあるんだけれども、はい、もうちゃんとブレーキまで入れてあるとか、はい、ちゃんとタイヤも 71RS とか一番いいやつ入れてあるとか、まあ、こういうところはかなりポイント高いんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあ続いて、内装いきましょう。はい、じゃあ内装を見るときはちょっと邪魔なのでどかしましょうか。お願いします。 S660 はここのレバーをクイッと回すとこんな感じで簡単に取れる。こうやって取るんですね。そうでこっち側も同じくレバーを押しながら引いてやれば、まあ、パカッと外れるのが取れるという感じですね。あとここだ。そこにもレバーあるんです。失礼。ここを外してスコッて抜いてあげれば、まあ一人でも全然運べるんで、はい、ちょっとこれどけますまあこっちの方が見やすいね。はい、で内装に関しては、結構いじってあるんですけどちょっとエンジンかけますね。はい、ブレーキを踏んでクラッチ止まる。まあこんな感じです。はい、今ハンドルこれ上がってるでしょ。はい、これもワークスベルのキットで乗り降りするときに邪魔だからこう上げられるようになってます。なるほど。はい、でハンドルもこれ変えてあるんだけれども、ハンドル変えるとステアリングスイッチこれが本当はハンドルについてるのよ通常。はい、だそれをワークスベルのキットで移設するようになってる。はい、でこれカチャってやればこんな感じになってたりします。はい、であとはこれは純正オプションかなのディスプレイがついてて、はい、でバックカメラも映るという形になってたり。あとはこれはね HKS のフラッシュエディターなんだけれども、はい、純正の HKS のじゃなくてカスタムデータされてるやつが入ってるという形になってます、はい、まあ、サブコンピューターだね、はい、あとは、こういったスプーンのミラーであったりとか、下のこの無限のフロアマットとかね、はい、こういうところが変わってたりとかっていう風になっております、はい、あとはまあ細かいのでいうとなんだろう、これもスピーカーじゃなくてこれデッドニングのキットらしいんだけどさ、こういうのがついてたりとかなんかちょこちょこやっぱりいじってあるという形ですね。はい、ちなみに S66 はここちゃんとこれ開きますから。開くんですね。開くんです。開くんです。こんな感じになってます。はい、じゃあ今度お待ちかねちょっとエンジン切っちゃうね。はい、エンジンルーム行きましょう。はい、よし君。はい。よし君さっき言いましたよねエンジンどこにあるんですか。リアでした。リアですよね。前回ってもエンジンルームじゃないんですよ。前じゃなかったですね。エンジンルームはこちらなんですが、はい、この車のエンジンの開き方はあれ、はい、俺別のとこ今開けてたよねこの車のエンジンの開け方は、はい、こうなってます。お互いさ分かってないからさそうはい、はい、でもこれも結構一からそのもともといただくときにその車の詳細もらったりとか、あと細かい部分合ってるかなって全部確認したんだけど、はい、エンジンルームもこれ結構いじってあって、まあ、さっき言ったそのフラッシュエディターね、サブコンピューターが入ってて、はい、でそれがベースになり、あとはまずはトラストのねインタークーラーとか、はい、オイルクーラー、まあ、これちょっと下覗くと見えるんですけれども、はい、あとはマックスオリドレーシングスペシャルアルミサージタンク、これですねが入ってたりとか、はい、でさらになんか感度マックスコントローラーっていうねスロットルコントローラーみたいな感じかながここら辺についてたりとか、はい、HKS のレーシングサクションがついてたりとか、はい、ブローフバルブで、あとは触媒ですね、下覗かないとですけれども、HKS のメタルキャタライザーが入ってて、はい、でマフラーは HKS のハイパワースペック Lっていうマフラーですね。なんか何パターンかマフラーあるらしいんですけど、このカーボン巻きのスペック L っていうマフラーで、あとは、カーボンのインタークーラーカバー、これかな、はい、そうインタークーラーカバー、オイルクーラーはこの下ですね、はい、になってたりとか、あとエンジンカバー結晶塗装になってて、これがね一番俺よく分かんなかった SEV エンジンチューナーってやつで、これただ置くだけなんですよ。これ効果ある人いたらちょっと教えてほしいね。たまにつけてる人見ますね。本当？これ3万円ぐらいするんだよ。なんかいろんな形の
あ、そう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 ものそうがありますよね、うん、このメーカー。ちょっとよくわかんないですよね、効果のほどは。効果はちょっとわかんないですけどね、はい、っていう感じでした。なんで、まあ、さっき言ったサブコンから入って結構吸気もそうだし、まあ、冷やすところとかね、オイルクーラー、インタークラーもそうだし、ブローフもそうだし、サージタンクもそうだし、まあ、あとは排気ですね、はい、スポーツ触媒に HKS のマフラーが入ってるっていう形で結構しっかりいじってあると。で、足回りに関しても、さっきの田辺の車庫帳に前後のタワーバー、フロントはブリッツだ、はい、でリアがクスコが入ってるのと、あとは確かスタビとかも入ってたかな、まあ、ちょっとそこら辺はホームページ見てもらえればと思うんですけれども、はい、まあ、とにかくその内装をちょこっと純正プラスアルファ、外装をがっつりお金かけていじってあって、でエンジンルームに関しても、てんこ盛りでパーツがくっついてると、はい、もう結構これ以上やりようないんじゃないっていうぐらい、そうですね、うん、ついてるという形の1台でございます。はい、はい、ここからね見える赤いホンダのマーク、見えます、ね、はい、はい、そうで、さっき俺が間違えて、ヨッシーも間違えて開けてしまったボンネットの中はどうなってるかというと、こんな感じで、おおって別に何もないでしょ。空洞になってるのかなと思って。ああ、一応ね、そうターバーついて、ここが荷物入れになってるのかな、こんな感じか。だからそう外したソフトトップってここに入るのかな。確かにちょっと場所欲しいですよね。そうだよね、うん、入りそうな気するけどね。そうな、これはちょっとS660 乗りの方に聞きたいところでございますね。まあこんな感じでございました。はい、OK ですね。はい、そう。よしと。以上です。以上ですっていうか。以上です。この YouTube を見てもらうときに、この車の検索ワードみたいなのにさ飛んできちゃうと、はい、うちが何やかよくわかんない。そうです。あんまり詳しくない人が喋ってるみたいな感じになっちゃうよね。そう。もともとはやっぱりこういうね RX-7 と。はい、ちょっと90年代から2000年代初期のスポーツカー、うちは専門店なんですよ。はい、なんですけど、まあ、いろんなその車屋さんとのお付き合いがある中で、まあ、今回さっき言ったように、外車屋さんから、はい、外車乗りのお客さんがお金をかけて作った車を、ご縁あってうちでいただくことになりましたと。まあ、そういう車たくさんあるんだけど、通常であれば結構この手の車オークションに多分行っちゃうんですよ。行っちゃうんですけど、この車はちょっと車の内容がかなり良かったっていうのと、はい、でかなり希少性があるっていうのと、はい、あとは今ちょうどうちの会社に車が売れちゃってほとんどないので、はい、ちょっと試しに売ってみようかっていうので置いてあるという感じです。だから多分1ヶ月ぐらいしてまた在庫の補充が終わっちゃったら多分この車をオークションに売却する形になると思うんですけど、はい、まあ、もしその前に欲しい人がいれば行ってもらえればと思います。はい、でしかもいつもの販売している車と違ってこの車まだ年式新しいんで、はい、有料保証みたいな、しかも経営扱いなんで多少のお金で保証入れるんですよ。はい、あ、そうなんですね。うん、はい、壊れてもだから全国の多分ディーラーとかで保証が受けられるんで、はい、まあ、この車がディーラーに入れるかどうかっていう問題はありますけれども、はい、言うても保証は受けられるんで、はい、まあ、その点は安心してもらえればと思います。はい、OK ですね。はい、はい、一応そんな感じで、はい、今日紹介するのはこの S660 なんですが、はい、いつもはさマフラー動画を別で撮ってたりとかするじゃん。なんだけどこの車ないんで、はい、で撮る予定もないのでちょっと軽く試乗してみましょう。で実際にその軽自動車の660ってどうなのっていうのを、ちょっと撮ってみる。じゃあ行きましょう。はい、はい、でもこれ本当簡単っちゃ簡単だよね。ここら辺で、はい、よいしょ。こうだこうだこうだこれ。あ、そうですね。これで終わりだ。まあ出先で簡単にオープンにできるから、はい、ここ引っ掛けてあげれば終わりだ。はい、こんな感じでした。じゃあよし行きますか。はい、お願いします。男2人で狭いこの空間に。狭そうですけど。よっ。行きますよ。お願いします。こんな狭いところも行けるのが軽自動車と。こう狭いですけど。
でまあいろいろついてね、エアロアンダースポイラーだっつってるけど、やっぱ車高はそんな低くないからさ、はい、すごいですよ、後ろからプシュ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 。あ、聞こえますね。はいはい。結構速いんだよな。いやもうこの時点で K って感じしないです。しないよね。全然。でこのねプシュンプシュンっていうのは、はい、確かね選べるんだよ。あまりうるさければ引っ込めたりとかできるらしい。はい、あ、そうなんですね。怖いな。いやこれは結構速いよね。速いですね。面白い。そうでもね今トラック隣でちょっと怖いなって言ったけど、はい、これ乗ってたお客さんも、はい、やっぱ都内首都高とか走ったら、はい、まあ完成するじゃん、はい、で走ったら周りのトラックとかが怖くて、はい、それでやめたらしい。あ怖いっていうのはどういう意味の怖いなんですか？なんか潰されそう。潰されそう。ああ、そうですよね。でこの窓を今ね開けましたけど、はい、窓を開ければエンジン音が後ろから聞こえてくるわけですね。聞こえますね。これでもめちゃくちゃ面白いよ。確かに。すげえすぐ後ろからエンジン音が聞こえるっていう。ここはねちゃんとスロットルとこれブーストか、はい、わお、これ G センサーか、はい、あ、これブレーキだ。スロットルとブレーキ。すっげえこれ、ちょっと耳障りなぐらいうるさいこれですね。後ろ閉めればね全然気にならない、はい、面白い。これが足がさ今ブレーキにちょっと足踏んで置いていくやってるけどさ、当たるんですよ。ほら当たってますね。踏むとね、はい、ちょっとこう上げていると当たっちゃうもんね。ちょっと怖いねこれね。ハンドルの問題ですか？ハンドルの問題だね。まあここに出っ張りがついてるからね、はい、今もちょっと曲がるとき擦れたけど、はい、アクセルの戻りがそこまで良くないんだね。乗り心地いいね。いやこれは K じゃないです。まあ K じゃないね。本当に K じゃないこれ。まあこんな感じですか。はい。調子は良さそうです。K じゃない楽しみ方が本当に K とは思えないね。サイズだけ K だけどさ。そうですね。乗ってる感じでは全くわからない。楽しくて、まあ値段もそこそこだし、で多分もう今これじゃ買えないんですよ。はい。だから絶版車なんで、多分同じような車はもう作れないと思うんで。欲しい人は今のうち買っとくのがいいんじゃないでしょうかっていうところで、今ならうちで売ってます。まあ1ヶ月ぐらいしたら多分在庫が揃ったらオークション出しちゃうと思うんで、はい、でオークション出しちゃえばね別の車屋さんが買って、はい、でまたお店で並ぶんですか、まあ、そうするとなかなかこの値段よりも安く出てくることっていうのはあんまりないので、はい、欲しい人がいたら売ってもらえればと思います、はい、ちょっとうちはここら辺が専門ではないですけれども、まあでも全然年式新しいし普通に販売できる車なんで、はい、ウェルカムですっていう感じですね。はい、はい、じゃあそんなところで今日は終わりましょうか。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また引き続きお願いします。2001年式の RX7 タイプ R バサースト R やメミヤ N12005 年モデルのフロントバンパーアドバンレーシング GTツインコアスーパー U インタークーラー